皆さんこんにちは、ミーパーキングです。本日はトヨタの新型クラウンスポーツをご紹介していきたいと思います。このお車は車好きの皆さんならもうご存知かと思いますが、クラウンの中でも特に注目度が高い話題の一台で、このどこから見ても美しすぎるスタイル、すごく気になりますよね。私も先日クラウンスポーツが手元に届いたばかりですが、もうこの車にかなう SUV はないんじゃないかと本気で思ってしまうほど素晴らしい仕上がりになっているので、ぜひ最後まで一緒に楽しんで見ていただけると嬉しいです。それでは早速スタートです。本日ご紹介させていただくグレードはスポーツの Z というハイブリッドモデルとなります。全長 4720mm、 全幅 1880mm、全高 1565mm、 燃費は WLTC モードで 21.3km です。今回のクラウン一番の見どころはやはりどこから見ても美しすぎるエクステリアにあるかと思いますが、この上品で高級感ある佇まいに燃費は驚異の 21km 超えって本当普通にすごすぎますよね。走りももちろんクラウンの名に恥じない上質な乗り心地に仕上げられ、正直この車を選ばない理由は見当たらないと思うほどの素晴らしい世界観に仕上がっているので、まずは詳しくエクステリアから見ていきましょう。まずフロントですが、このトヨタ車を象徴するハンマーヘッドのデザインに大型グリル、クラウンのエンブレムといい、とても高級感と上質感を感じるかっこいいフロントマスクとなっています。ここの2本のライン、実はヘッドライトではなくデイライトとウインカーのためだけにデザインがされているそうで、このワイドボディに切れ長のデザイン、これはほんとうっとりするほどのかっこよさを感じます。そしてヘッドライトはというと、なんとこの部分に小さくデザインがされていて、ヘッドライト周りの縦フィン形状や下の部分は全てグロスブラックで仕上げられ、グリルはあえてマットグレーを採用することで SUV でありながらワイド&ローなスタイルも作り出し、これは本当スポーツの名にふさわしい素晴らしすぎるデザインだなと感じました。ライトを点灯するとこのように点灯し、デイライト付きのフル LED 仕様となっています。ウインカーはこのように発光し、長さもしっかりあるので存在感は想像以上にありそうです。それでは次にサイドを見ていきましょう。サイドはこのような感じでロングノーズにクーペフォルム、大型のブラックホイールといい、とても高級感と美しさを感じるかっこいいサイドフォルムとなっています。個人的にも今回のサイドビュー本当に美しすぎるなと思っていて、 B ピラーはグロスブラック、ドアハンドル、フェンダー周り、下の部分も全てグロスブラックで仕上げられ、まるでカスタムしたかのような贅沢なブラック仕様、美しく存在感を感じます。また今回大型のブラックホイールを履かせていることも超重要なポイントで、その他にもウィンドウ周りにはダーク調のラインを走らせることでよりクーペ感も演出し、ここのまるでスポーツカーを彷彿とさせるようなたくましく駆け上がったデザイン、ほんとこの美しさは反則級だなと感じました。タイヤは21インチです。このグロスブラック仕上げにクラウンのエンブレムの入ったホイール、すごくかっこいいですよね。給油口は左側についています。それでは次にリアを見ていきましょう。リアはこのような感じで、もうこのスタイルを見た時にどこのスポーツカーと思うほどのダークテイストでスポーティー要素を強く感じるかっこいいリアスタイルとなっています。先日の愛車紹介の時にもお話ししましたが、この4連仕様のリアコンビネーションの造形は往年のクラウンアスリートを意識して開発がされたそうで、唯一クラウンスポーツのみに与えられた特別仕様となっています。またハリアーにも採用されていたハイマウントストップランプも搭載され、この点灯しなくてもわかる存在感、これはかっこよすぎますよね。また今回注目ポイントがここのリアの張り出し具合なんですが、
素人の私でもこのラインを作るのは難しいんだろうなと思ってしまう美しい世界観。そしてここの下側にダミーではありますが8の字型のダクトを合わせることでよりワイド感や SUV でありながらローテイストな雰囲気を生み出しています。リアスタイルクラウンスポーツかっこいいじゃんと思っていただけた方はぜひグッドボタンなどでリアクションしていただけたら嬉しいなと思います。ライトを点灯するとこのように点灯し、もちろん全てフル LED 仕様となっています。ウインカーはこのように発光し、このワイドボディにこの圧倒的な存在感見とれちゃうのも無理はないですよね。それでは次に気になる内装を見ていきましょう。内装はこのような感じでブラックを基調とした高級感を感じるそんなデザインとなっています。内装色はこのブラックの他にもサンドブラウンというおしゃれなカラーも選ぶことができます。そしてこれから詳しくご紹介しますが、やはりクラウンは他の車とは全く別次元なんだなと随所に喜びを感じることのできる素晴らしい空間に仕上がっているので、詳しくその内容を見ていきましょう。まずフロント中央には 12.3 インチの T コネクトナビが搭載されています。このナビは最近のトヨタ車でよく採用されているもので、メニューの切り替えは右側に、左上には時計などが表示されているものとなっています。その下にはゴールド調にデザインされたオーディオのオンオフスイッチ、さらにその下にはハザードボタン、その両サイドにはエアコンの吹き出し口がついています。さらにここにはエアコンの操作パネルが備わり、オート管理のできるスイッチも搭載されています。またシートヒーターにシートベンチレーションはもちろん、ステアリングヒーターも備わっています。そして個人的にこのエアコンの操作、上を押すと温度が上がり、下に押すと温度が下がるという直感的に操作できるタイプ、すごくいいなと思っていて、薄型でどの内装の世界観にも馴染みやすい点など、これはすごく使いやすいなと感じました。そしてその手前には縦型の置くだけ充電が備わり、パノラミックビューモニターのスイッチと、隣には自動駐車を支援してくれるアドバンストパークのボタンがついています。その後方にはゴールドの加色が施された電子式のシフトレバーが備わり、バックギアに入れるとこのような音が鳴り、周囲を確認することができます。パーキングはボタン式となっていて、その後方にはドライブモードの切り替えスイッチ、電動パーキングブレーキにブレーキオートホールドの機能も備わり、今回のこの台座部分、実はブラックではなくグレーメタリックというカラーが採用されているんですが、指紋がつきにくく、ブラック内装との相性もとてもよく上質感があるなと思いました。そしてここには USB の Type-C が2口とちょっとした小物入れ、爪付きのドリンクホルダーが縦に2つついています。そしてさらに後方を見ていくと、ここには大型のアームレストも備わり、両開きタイプとなっていて、正直空間的には少し浅い印象ですが、スライドできるトレイも備わり、また側面まで全て起毛処理が施され、中には USB とアクセサリーソケットも一口ずつ備わるなど、こういうスマートな空間がまたクラウンらしさなのかなとも思ったりしました。それでは次にシートを見ていきましょう。シートはこのような感じでおしゃれなゴールドのラインがアクセントに入った本革シートとなっています。シートに座った感じもとてもよく、肉厚で程よいホールド感もあり、これはすごく快適な印象です。シート調整は運転席助手席ともに電動で調整することができ、腰が当たる部分を微調整できるランバーサポートもついています。そして個人的にいいなと思ってるのが、ここにある助手席のシート調整のボタンで、運転席にいながら後席の足元を広くしたりと、こういう優しさあふれる機能は本当素晴らしいと思うので、ぜひもっともっといろんなお車でも採用してほしいなと感じます。そしてそのまま助手席側も見ていきたいと思いますが、
この部分はソフトパッド、そしてゴールドのおしゃれな加色がナビの下からエアコンの吹き出し口まで綺麗に伸び、同乗者の方もこれなら快適で満足のいく移動空間を楽しめるんじゃないかなと思いました。そして次に中央上部を見ていくと、デジタルインナーミラーにここにはおしゃれな LED 照明、 SOS コールボタンがついています。そして今回のこのお車にはパノラマルーフも備わっているんですが、このようにとても開放的な空間を作ることもできます。おそらく合成力の観点から一枚物にしなかったかとは思いますが、真ん中の部分があるからといって圧迫感を感じるといったことは全くなく、むしろこれで乗り心地もいいならいいとこ取りで素晴らしいなとも感じますよね。それでは次に運転席周りを見ていきましょう。ハンドルはトンガー巻きで握りやすく、グリップも太くできているのでとても操作性は良さそうです。中央にはトヨタマークではなくクラウンのエンブレムが入っているのも個人的にはポイントが高く、この部分にもゴールドの加色が施されるなど、これはすごく所有満足度を満たしてくれそうです。もちろんハンドルの調整は電動で調整することができ、前後上下に大きく動かすことができます。エンジンスタートスイッチは運転席の左側についていて、エンジンを始動するとこのように動き出します。メーターは 12.3 インチのフル液晶メーターが採用され、情報量も多く、それでいてかなり見やすい印象です。また渋滞時、時速0キロから40キロまでなら一定の条件を満たすことでハンズオフで走行することもでき、渋滞時の疲労軽減に大きく貢献してくれる、そんな機能も搭載されています。また今エンジンをかけた状態ですが、エンジンを切るとこのように車から降りやすいようにハンドルが上に、シートが後ろに下がってくれるようになっています。反対にエンジンをかけるとハンドルとシートが元の位置に戻ってきてくれて、小さな動きではありますが、こういったおもてなしの動作が所有満足度を満たしてくれる大事な要素だったりしますよね。そして運転席右側にはここにもゴールドの加色、その下には ETC の車載機や給油口を開けるボタン、リアのテールゲートの開閉スイッチがついています。そしてそのままドアの内側を見ていきたいと思いますが、ドア内側はこのような感じでとてもシンプルでありながら、ほとんどがソフトパッドで構成された質感の高い、そんなデザインとなっています。ここには2名分のシートメモリーに、ドアハンドルやウィンドウスイッチの台座にはゴールドの加色が施され、高級車の証でもあるカーテシランプも標準装備となっています。また足元にはクラウンのスカッフプレートに、アクセルペダルはオルガン式が採用され、この抜かりない作り込みがさすがクラウンだなと感じさせてくれました。ドアを閉めた音はこのようになっています。そしてサンバイザーは運転席助手席ともに鏡と照明が備わり、グローブボックスはなんと仕切りがついた作りとなっていて、下の部分は紐仕上げとなっています。それでは次に気になる後席を見ていきましょう。まずドア内側ですが、前の席とほとんど遜色を感じない、とても質感の高いそんな作りとなっています。またシートに座る際、ここの張り出し部分と頭上が少しぶつけやすい造形になっているので、ここは少し気をつけながら乗り込んだ方がいいのかなと思いました。そしてシートに座った感じですが、足元空間、頭上空間ともに程よくあり、これは想像以上に快適な印象です。また今私のシートポジションより気持ち後ろに下げた状態で、これだけ足元空間があり、頭上空間はというとこの部分がえぐられる作りになっているので、まず後席に座ってすごく窮屈といった印象は感じにくいのかなと思いました。また今回シートの厚みや形状の恩恵もあってか、すごくいい車に乗ってるなという包まれ感を強く感じたのも正直なところで、 SNS では後席に関していろいろ言われていた時期もありましたが、個人的には想像以上に快適で、むしろ進んで後席で移動したいほど好印象に感じるほどでした。
そしてシート中央には格納式タイプのアームレストとドリンクホルダーが備わり、もちろんシートバックポケットも両席にそれぞれついています。また前中央には後席専用のエアコンの吹き出し口と USB のタイプ C が2口、さらにその下には 100V の電源が備わっています。また頭上には左右それぞれにライトも備わっていて、必要十分すぎる装備に、これは移動時間も楽しめるんではないかなと思いました。それでは最後にラゲッジを見ていきましょう。ラゲッジはこのような感じで、こちらも必要十分すぎるほどのそんな荷室空間となっています。サイドにはここにも 100V、1500W の電源が備わり、また側面まで肝押し上げとはもう恐れ入りますよね。またここについている戸のカバーは外すこともでき、後席のシートを倒すとほぼほぼフラットな空間を作り出すこともできたりと、名誉あるお車でありながら自由度も非常に高く、これはぜひもっともっと若い世代にも使っていただきたい素晴らしいお車だなと感じました。いかがでしたか？本日はトヨタの新型クラウンスポーツをご紹介させていただきましたが、この圧倒的に美しすぎるエクステリアにクラウンらしさを随所に感じることのできるインテリアといい、まさに今年を代表する SUV にふさわしい素晴らしい一台でしたよね。皆さんはこのクラウンスポーツどのように感じましたか？よろしければコメントを残していってくださると嬉しいです。またグッドボタンやチャンネル登録で応援をしてくださいますと動画制作の励みになりますので、よろしければお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。